はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、前回水彩絵の具、水性絵の具の中で透明水彩、不透明水彩、ガッシュですね。それからポスターカラーについてお話をしました。で、それのおさらいみたいなもんなんですが、次にアクリル絵の具とアクリルガッシュのこの違いについてお話ししようと思います。勘のいい方はもうお気づきだと思うんですが、これも同じ扱いになります。同じ扱いっていうのは、アクリル絵の具っていうのは結構ね、透明感の強い絵の具が、多く含まれています。透明と半透明ですかね。半透明って言われる絵の具で、アクリルガッシュというのはこの不透明な絵の具のラインナップになっています。はい、覚えてますかね。これ水彩絵の具に置き換えると、アクリル絵の具っていうのは透明水彩に近い問題、違いはこのアクリル樹脂を使って、これが接着剤になっている絵の具なのでアクリル絵の具と言います。はい、わかりますかね。顔料、例えば、アクリル絵の具は透明水彩に近い感じなので、顔料は細かいです。粉が、細かく砕かれている状態。顔料の違いですね。で、アクリルガッシュというのは、粉が粗め、こんな違いが出てきます。透明水彩の時と一緒です。ガッシュっていうのはね、不透明な絵の具に名前つけてますけど、で、同じくね、アクリル樹脂のこの量がどうかっていうと、アクリル、この透明とか半透明にするのにやっぱり樹脂分多いです。多め。そしてアクリルガッシュ、これ少なめ。はい、こんな風にアクリル絵の具とアクリルガッシュっていうのは性質がちょっと違います。どう違うかというと、顔料が細かいか粗いか、樹脂分が多いか少ないか、それによって、透明感が強い絵の具になるか、不透明感の強い絵の具になるか、こういった違いが出てきます。で、実際問題ですね、皆さんが絵で、絵の具を使われるというか描くときにどっちの絵の具を選んだらいいか最初迷うと思うんですけれども、一般的にはですね、絵を描くのであればアクリル絵の具をお勧めします。絵っていうのは、油絵に準ずる絵画ですね。で、例えばポスターとかデザインとかそういった、絵というよりもちょっとデザイン的な、イラストレーションとかですね、仕事をしたいんであればこの不透明感の強いアクリルガッシュを買うのをお勧めします。でですね、もちろんこの2つ2種類はこう近い絵の具っていうか、原料一緒なんですよね。なのでもちろん併用することができます。というわけで、ベースに例えばアクリルガッシュの24色セットとかアクリル絵の具の24色セットとか、最初に購入するのがどちらかだとして、それに色によっては、アクリルガッシュで揃えてるんだけど、アクリル絵の具をその色を買い足して追加でね、透明感のあるところはアクリル絵の具を使おうとか、最初にこちらセット揃えておいて不透明感出したいところにはアクリルガッシュを併用するとか、そういった使い方も可能です。というわけで、どうでしょうね、最初に迷ったら、こっちの方がこっちが絵画ですね。絵を描く人はこっちをおすすめします。そしてデザインとか、イラストとか、ポスターみたいなそういったデザイン系の方でしたらアクリルガッシュをおすすめします。はい、今日は、透明水彩不透明水彩に準ずるお話で、アクリル絵の具の、アクリルとアクリルガッシュの、種類の違いというかね、使い分けみたいなお話をしました。それではまた。